こんにちは、青22号です。青島の24分の1ランボルギーニウラカンペルホルマンテを作っています。今回はシャシー周りを仕上げていきます。まずはフロントサスペンション部分を組み立てていきます。ナックルとブレーキディスクの接着にはゴム系接着剤の G クリアを使い、サスアームのパーツをシャシーに取り付けるときは流し込み接着剤を使っています。塗装した面同士を接着するときは G クリアを使い、そうでないときは流し込み接着剤を使っています。塗装した面同士の接着に流し込み接着剤を使うと接着力が不十分な時があるので、そういった部分は G クリアを使います。ですが G クリアは流し込んで使うことができないので、塗装していない面同士を接着するときは流し込み接着剤を使った方が作業がしやすいと言えます。少しややこしく見えるかもしれませんが、場所に応じて使い分けています。結局のところどちらか一方が優れているというわけではなく、大事なのはその長所と短所を把握してそれぞれの長所が活かせる場面で使い分けることだと思います。ところでこの後輪のドライブシャフトですが、左右で微妙に長さが違うので注意します。これはエンジンの位置が実車同様に左にオフセットされているためです。左右を間違えてはめると合わなくなるので要確認です。エンジンが左にオフセットされているのは四輪駆動のランボルギーニの大きな特徴だったりします。キットはそれを忠実に再現しているというわけです。内装フロアのパーツを塗装していきます。まずホイールハウス部分をフラットブラックで塗ります。続いて内装側もフラットブラックで塗っていきます。説明書では黒とジャーマングレーを混ぜた色で塗ることになっていますが、調色する作業が少しだけめんどくさいので、黒の上にジャーマングレーを塗り重ねることで説明書の色に近くなるように仕上げるようにします。先に黒を塗っておいて、その上から薄くジャーマングレーを塗ることで、普通にジャーマングレーを塗るよりは多少黒っぽくなるようにするというわけです。ちなみにこれらのパーツはあらかじめグレーのサーフェーサーを塗ってフラットブラックをどこまで塗ったかが分かりやすくなるようにしています。というわけでフラットブラックが乾いたらジャーマングレーを塗っていきます。下に塗った黒を完全に隠蔽してしまうと意味がなくなってしまうので、あっさりと塗るようにしてそれほど濃く塗らないようにします。ひとまずフロアとバルクヘッドのパーツだけを塗っています。シャシー周りの組み立てに戻ります。リアのサスペンションのパーツは G クリア、その上からかぶせるホイールハウスのパーツは流し込み接着剤というように、やはり場所によって使い分けています。特にホイールハウスは接着することでシャシーの強度を補強する役目を持っているようなので、しっかりと確実に接着しておきます。フロントも同様に接着していきます。サスペンションのパーツは G クリアを使っていますが、フロアのパーツは場所によって G クリアと流し込み接着剤の両方を使っています。主にフロア部分は G クリアを使って、前方のホイールハウスの部分は流し込み接着剤を使っています。ところで説明書ではドアやダッシュボードなどをフロアのパーツに取り付けて、内装が一通り出来上がってからシャシーに取り付けることになっていますが、それだとしっかりとシャシーに押さえつけることができないので、先にフロアのパーツだけをシャシーに接着しています。説明書とは順番が少しだけ違うことになりますが、問題はなさそうだったのでこの順番にしています。そしてバルクヘッドを接着します。この部分は厳密には塗装した面同士の接着になりますが、接着のしやすさをとって流し込み接着剤を使っています。ここは特に強度が必要になることはないと思ったからです。だいたいシャシー周りの組み立てが終わったので、ブレーキのキャリパーにデカールを貼っていきます。この部分のデカールは貼った後にクリアを塗ったりといった特にコーティングなどはせず、貼りっぱなしにしています。ホイールを塗装していきます。すでに一度 EX ブラックを塗ってあります。その上からゴールドっぽい調色した色を塗っています。この車のホイールは写真を見る限りでは普通のゴールドよりも暗い色をしていて、むしろ青銅に近い色をしているようです。といってカッパーなどの純銅のような色を塗ってしまうと明るすぎになってしまう気がします。というわけでゴールドをベースに黒を少しだけ混ぜて、さらにクリアオレンジを加えて色を調整しています。
実物を見たわけではないので、果たしてどれだけ実物に近い色になったのかは分かりませんが、写真を見る限りではだいたい近づけられたのではないでしょうか。いずれにせよ、作った人もそれを見る人も実物を見たことのない人ばかりだと思うので、問題はないでしょう。塗装が乾いたらデカールを貼っていきます。できればここに貼るデカールはあらかじめ余分なニス部分をカットしておきたいところですが、形が円形な上に小さいのできれいにカットするのが難しいと思います。なのでここはデカール軟化剤で強引になじませています。デカールが乾いたらホイールにタイヤをはめていきます。この車はフロントトリアでタイヤの幅が違うので、その幅に応じたホイールと合わせていくことになります。またタイヤのトレッドパターンには外側と内側の区別があるので、あらかじめ説明書の図を確認しておきます。シャシーにはめるときはホイールを押してはめ込んでいくことになりますが、この時に中央部のデカールを剥がさないように注意します。実はまだエンジンのてっぺんに取り付けるサージタンクの塗装が残っているので、そちらを進めていきます。パーツはすでに全体を EX ブラックで塗ってあります。その上からガイアノーズのパールカッパーを塗っています。説明書では全体を黒で塗ることになっていますが、実写ではここが銅色になっているのがペルフォルマンテの特徴でもあるので、この色で塗っています。サージタンク本体以外は黒で塗るので、パールカッパーで残すところをマスキングしていきます。黒とパールカッパーの接続部分はシルバーで塗る予定ですが、先に黒を塗っておくことにします。ところで、このサージタンク本体の銅色ですが、なかなかちょうどいい色が見つからず、少し苦労しました。クレオスのカッパーだと茶色すぎて、少し暗い感じになってしまうようです。タミヤのメタリックブラウンやメタリックオレンジも検討はしてみたのですが、やはりあまりしっくりくる感じはしませんでした。結局選んだのがガイアノーズの唯一の銅色であるパールカッパーだったというわけです。というわけでマスキングが終わったら黒を塗っていきます。この後最終的には全体をフラットクリアで塗ることになるので、黒は艶ありでも艶なしでもどちらでもいいのですが、中間のセミグロスブラックを塗っています。一般的に艶ありと艶なしとでは、艶なしの方が乾くのは早くなります。これは艶消しの表面が細かい凸凹になっていて、光沢の表面と比較すると表面積がその分広くなるため、空気に触れる面積が広くなる分、シンナーが揮発できる量が多くなるからです。黒とパールカッパーで塗ったところの接続部分にシルバーを塗っていきます。シルバーはタミヤエナメルのクロームシルバーを面相筆を使って筆塗りします。先ほど塗ったセミグロスブラックの上に塗り重ねています。セミグロスブラックはラッカー系の塗料を使っているので、その上からエナメル塗料を塗っても、塗っている最中にセミグロスブラックが溶け出してくることはありません。なので筆を何度も往復させても下に塗ってある黒が混ざってくることはありません。プラモデル用の塗料には大きく分けて3種類あり、ラッカー系、水性アクリル系、エナメル系があります。それぞれお互いに力関係があり、ラッカー系が一番強く、エナメル系が一番弱いと表現されることが多いです。つまりラッカー塗料で塗った上からエナメル系を塗っても、エナメル系の方が弱いのでラッカー塗料の塗膜を溶かすことはありません。逆にエナメル塗料で塗ったところの上にラッカー系を塗ると、ラッカー系の方が強いので下に塗ったエナメル塗料の表面が溶けてきてしまいます。これはプラモデル塗装の基本中の基本かもしれませんが、一部例外もあります。塗装が一通り終わったのでデカールを貼っていきます。ところでこのサージタンクのディテールは一部エラーがあるようです。ロゴを避けてリブの長さが短くなっているところがありますが、パーツはその長さの変化が左右対称ですが、実写は左右対称にはなっていません。デカールが乾いたら全体をフラットクリアで塗装します。エナメルの上にラッカーを塗ることになりますが、こういった場合では上から塗り重ねることが可能になるという稀な例外の一つです。最後にリブのところにミラーフィニッシュを貼っていきます。ミラーフィニッシュを
0.5mm 幅くらいに細切りにしてリブのモールドに重ねます。長さは少し長めにしておいて貼った後にカットして合わせます。ロゴの両脇にある短い部分は長めのものを左右同時に貼ってカットします。これは1個ずつ貼ると位置を揃えるのが難しくなるからです。ミラーフィニッシュが一時的にデカールをまたぐことになるので、粘着力を落としたマスキングテープを貼ってデカールを保護しています。フラットクリアを塗ってあるのでそうそう簡単には剥がれないとは思うのですが、ミラーフィニッシュは意外に粘着力が強力なので念のために保護しています。なお実写ではこのリブ部分はシルバーではあるものの、ミラーフィニッシュのようなメッキのようなシルバーとはだいぶ異なり、通常のシルバーを塗装した方が実写に近くなるとは思います。ただこれだけ細い部分をマスキングして塗り分けするのはかなり難しいと思ったので、ミラーフィニッシュを貼って代用することにしています。長谷川のフィニッシュシリーズにはミラーフィニッシュ以外にもジュラルミンフィニッシュなど他の種類もあるので、そちらを使っても良かったかもしれません。サージタンクの仕上げはこれで終わりなので、早速エンジンに取り付けていきます。接着はゴム系接着剤の G クリアを使っています。流し込み接着剤でも接着は可能ですが、接着剤がはみ出たりこぼれたりしたことを考えると、この段階でそのような修復作業に追われるというのはなかなか気がめいるものなので、安全策をとって G クリアを使っています。これにて足回りは完成です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。